どうもこんにちは、まみよしです。ついに iPhone 16 Pro 届いた。あと Pro と Pro Max も。ということで今回の動画ではこちらの iPhone 16実際に開封してみて、どこが変わったのか、カメラ性能どうなのか、あとはゲーム性能どのくらい上がってるのか、こちらチェックしていきたいと思います。早速やっていきましょう。ということで iPhone 16 Ultra Marine 開封していきます。オープン。おー、めっちゃいいよ。めっちゃいいじゃん、この色。高級感めっちゃある。アクションボタンがついてて、右側、カメラコントロールボタン。そして薄さは前と一緒かな。でもなんかね、結構軽い。やっぱあれだね、プロと比べるとめっちゃ軽いわ。カメラ部分も縦並びでも実物見たら違和感ない。むしろ斜めよりこっちの方がかっこいい。今回ウルトラマリンかっこよすぎ。付属品なんかちょっと入り方変わってる。タイプ C ケーブルと SIM ピン以上。中身はめっちゃシンプル。そしたらね、今回の iPhone 16につけるケースとフィルムがこちらトーラスのものになります。まずはフィルムから。フィルムは今回2種類あって、右側が今まであったグラスゴーウルトラ、左側が今回新しく登場したグラスゴーエアーになります。フィルムの質としては基本的には一緒で、貼り付け方とあと難易度がちょっと違うっていう感じですね。グラスゴーウルトラに関しては枠を iPhone にはめて引っ張るだけでもう吸着完了。それで OK だから2ステップで、こっちのグラスゴーエアーに関してははめて引っ張ってスライドするっていう3ステップになってます。グラスゴーウルトラに関しては今までつけたことあるので、今回はこちらのグラスゴーエアーでつけていきます。はめて、こっから引っ張ってここをスライドいきます。引っ張る。めっちゃスムーズいきます。スワイプ。こんな感じです。じわじわいく感じね。すごい。基本ないんじゃないかこれ。下の方はめっちゃゆっくり進んでます。吸着してきました。剥がします。上から外します。いきます。ペロ。はい、こんな感じ。こういうちょっと下浮きに関してはフィルムの裏側に入ってるやつでこうやって押し出します。スーッと。真ん中とかには全然気泡とか入ってないね。この縁はどうしても剥がす時に入っちゃうことはある。じゃじゃん。ほこりも気泡もゼロ。トーラスいいなこれ。という感じでめっちゃ綺麗に貼れました。ウルトラは途中のスワイプいらないんだけど、僕的にはこっちのエアーでも十分ですね。ちなみにこれ2枚セットになってるんで、もう1枚ここにセットし直してもう1回貼ることもできます。続いてはケースつけていきます。まずはこちら今までのオースタンドスピン。はい、ぴったり。今回カメラが縦長になってちょっとね、ここのデザインは賛否分かれると思います。でフィット感はめちゃめちゃ高い。すごい。そしてカメラボタンしっかりフィットしてます。で全然いじれるねこれ。いけます。これはね全然問題ないですね。ちょっと後でまた使ってみます。でフィット感もいいし、フュージョンこんな感じで360度回るので、こうやって縦型でもいけるし、横向きのスタンドとしてもいけるっていう、そういったケースになります。でミル規格とかも認証してたりするので、めちゃめちゃ丈夫なケースですね。ボタン類とかもしっかりしてます。端子類もこんな感じで、そして今回ねこちらの新モデルが出まして、こちらがトーラスのオースタンドスピンフュージョンになります。今回ミルクティー色はめます。フィット感いいですね。こちらはこのデザインがちょっと変わったのと、あとリングの角度なんか取り出しやすくなったみたいな感じらしいけど、あんまりわかんないなここは。ケースの詳細レビューに関しては今後上げるんで、ぜひそちらを見てみてください。ウルトラマリンにミルクティーつけるとこんな感じ。ちなみにプロ用なんですけど、つけると大体こんな感じの色になります。今回はこれでいきましょう。いきます。電源オン。設定していきます。データ移行の間にこんな感じでカメラコントロールボタン出てきました。カメラコントロールをクリックするとカメラアプリが開きます。もう一度クリックするとシャッター。なるほど。ということでデータ移行完了しました。 OS に関しては iOS18 が入ってました。でまず気になるのがこちらのカメラコントロールですね。これ使ってみた感じちょっと難しくて、一回ポチッと押すことによってカメラが起動します。一回押しで撮影で、長押しで動画の撮影なんですけども、ズームする方法はここをちょっと押し込みます。グッと。そうするとここのねボタンが出てきます。グッてやるとこの1倍っていうのが出てくるので、ここから横にスライドすることによってズームを調整できる形になります。今までこうやって片手で写真を撮る時とかはズームっていうのはでもここでできたか。ここでこうやってできたのが人差し指でできるようになったっていう感じですね。ただこのカメラコントロールボタンがちょっと欠点がありまして、ケースつけてない時ですね。ケースつけてない時はこの人差し指の指の付け根の部分がここのカメラコントロールボタンに当たって、ほら
勝手にこれ反応しちゃいます。こんな感じで勝手にズームされちゃったりする時があるので、ケースなしだとちょっと使いづらいと思います。ただこれ設定で調整はできるはずなので、こういったケースをつけることによってこの指の腹が当たって勝手にズームされちゃうっていうことがないです。やろうと思ってもできないですね。で、親指でやるとしっかりとこうやってできます。なのでこの穴開きケースどうなのって思ってる方は全然大丈夫です。むしろ穴開きの方が使いやすいという感じです。で、他にも設定ができまして、半押しを2回やる感じでこんな感じ。むずいな。半押し2回でズーム、被写界深度、露出、カメラ、スタイル、トーンといろいろ変えることができます。カメラの場合は 0.5 倍、1倍、2倍を切り替えられるって感じですね。デジタルズームで画質劣化させたくないっていう方はこのカメラがおすすめです。露出に関しては画面の明るさですね。ちょっと暗めに撮影したいとか明るめに撮影したいっていう時にこれ使えます。露出で設定しておいても結構いいのかなと思います。この指でズームをやって露出はここで調整するっていうのが結構使いやすいと思います。で、あと今回 iPhone16 シリーズからフィルターが変わってます。いじり方に関してはこちらの下のグラフみたいなところをこうグリグリ回すことによって自分好みの色とかに変えられるっていう感じですね。下に関してはホワイトバランスかな。こんな感じで設定することができます。自分の好きな感じにできますね。で、上のムードを押すことによって、これはムードっていうあれなのか。いろいろプリセットを自分好みに調整できるってことか。工事、エーテル。なるほど。1から自分で作り出すっていうのはできない感じかな。個人的には鮮やかが結構好きで、明るさも明るめ、色も濃いめ、こんな感じかな。っていう感じで、自分好みのフィルターを作れますよと。で、これ撮ったらもうそのまま写真フォルダに反映されるので、これ結構いいと思います。で、あとは今回ね iPhone16 超広角カメラにもしっかりとマクロ対応しました。なのでこうやって近づいてもしっかりとピントを合わせることができます。インカメに関してはそんなに変わってる印象はないですね。続いてはカメラの画質チェック。今 iPhone16 のメインカメラで撮影してます。画質こんな感じ。見た感じね、かなりいい感じの画質でしたね。本当に一眼レフとかいらないぐらい動画とか綺麗に撮れます。で、今手持ちで手をフルで伸ばしてる感じの画角はこんな感じですね。画角はね、若干狭めっていう印象はありますね。前回の iPhone15 と一緒です。あとマイクの音質とかどうでしょうか。じゃあそうしたら新しくなった超広角チェックしていきます。超広角で手を伸ばした感じ、こんな感じです。今結構部屋は明るいんですけども、画質どうでしょうか。あと今回からマクロモードがついたので、こんな感じで近づけてもしっかりとピントが合うっていう感じになります。これめちゃめちゃ嬉しいですね。これが無印にもつきました。あとは 0.5 倍、1倍、2倍っていう感じです。ちなみにインカメで撮影するとこんな感じ。インカメでも意外と綺麗な感じはします。さっきのアウトカメラと比較してみてください。メインカメラで撮影してます。インカメで撮影するとこんな感じ。あと今回の iPhone16 シリーズに関しては画面の最低輝度っていうのが低くなりました。それによって夜寝てる時とか暗い場所で画面をいじる時に眩しくないっていうメリットがあります。それ実際に検証していきましょう。同じように画面の明るさを下げていきます。この辺でも結構差が出てきてます。こんな感じで結構画面の輝度っていうのが変わるので、夜暗いところで触りたいっていう人は今回の iPhone16 シリーズかなりいいと思います。そしたらゲーム性能の方をチェックしていきましょう。今設定に関しては最高設定でフレームレートだけ60に上げてる感じになります。右上に A18 チップっていう感じで書いてありますね。画面収録も同時にしてます。今スメール砂漠にいて60フレーム維持。ここでちょっと飛んだりしてみますか。54、52。全然めっちゃスムーズだな。最高画質でこれです。で、画質もねめっちゃクリア。いい感じ。じゃあちょっとマップも移動してみます。ワールドの移行の速度。はい、移動したすぐも滑らかだね。めっちゃ性能っていうのは高くなってそう。こんな感じで飛んでも OK。問題なし。これすごいな。今年の iPhone16 はめっちゃ性能上がってそう。詳細のゲーム性能に関しては今後チェックするので、他の動画でまた検証します。滑らかに動いてます。
ということでいかがでしたでしょうか。こちらの iPhone16 ゲーム性能もかなり上がってたし、カメラに関してもめちゃめちゃ高画質でびっくりしました。ほんと無印でも困ることっていうのは全然ないですね。 USB2.0 で速度がちょっと遅いのと、あとはディスプレイが 60Hz っていうことぐらいかな。それ以外はもうほんとパーフェクトな iPhone になってると思うので、 iPhone いつ買おうか迷ってるっていう方はぜひ今回の iPhone16 このタイミングで買ってみるといいと思います。他にも検証してほしいこととかありましたらぜひコメント欄で書いてみてください。以上、バイバイ。